どれぐらいの覚醒剤を売ったって？もう100キロ200キロ売りましたよ。200キロの覚醒剤を大阪で売りさばいていた男。逮捕歴20、総服役年数30。そんな男が今取り組むこと。一緒にやめようなって、俺も一緒にやめるから頑張っていこう。覚醒剤の元締めだった男が作った覚醒剤からの更生支援団体。おめでとうございました。ありがとうございます。お前ら絶対変わるよ。あんたの人に変わってほしい。俺はそれを見届けたよ。40年にわたり悪事に手を染めた男の残業。オフレコのカメラが男の償いと覚醒剤中毒者の闇を追った。大阪西成。かつてここは覚醒剤の一大供給源という顔も持ち合わせていた。ちょっと待ってくださいね。試合がおるから。草貫正明74歳。覚醒剤の密売を取り仕切っていたこの男にとって西成はいわばホームグラウンド。顔なじみの男たちが今もあちらこちらにいる。北貫さんと会うって言ったから頑張るように言ってください。ありがとう。今の方はどういう人なんですか？あら昔ここらの偉い人やったの。いやここでね博打やっとった人やでバンバン博打を路上博打ね。草貫はここ西成で暴力団の組長として多くの構成員を従い活動していた。自動販売機のお前逮捕状出てんや。なんで？覚醒剤をな1万円で売ったいう罪や。それで今逮捕する。西成ではかつて路上の屋台を隠れ蓑にした覚醒剤の密売事件が摘発されたこともある。おいまだ出てくれどっさり。警察と密売グループの戦いは連日至る所で繰り広げられていた。ここでみんな覚醒剤売っとったところ10人ぐらい経ったんちゃうかな。3か所ぐらいあったからね。草貫曰く最近の西成は監視カメラの効果もあってか密売人の姿は確実に減っているという。しかしあそこはうっさんほうがええやろ。具体的にはどんなあたり？今立っとるあたりね。あれどういう場所なんですか？あそこはやっぱりおるんですよ商売人が。だって警察の真横ですよ。真横もそれはかもてませんよ。カメラいっぱいあるけど西成では今でも商売人たちが悪の快楽へと手招きして金儲けのために西成を覚醒剤漬けにしていた草貫。21度の逮捕、合計30年の服役を経て現在覚醒剤密売で得た経験をもとに作家活動を行う。その草貫が西成で今取り組んでいるのは薬物中毒に苦しむ人たちの更生支援だ。こんなつまらんことやめろよとね。俺たちと一緒にやろうと。酒でも飲んで楽しんどった方が前人生楽しいぞということを教えたかったからこの町に来たんです。そうして2015年に設立したのが薬物更生支援団体日本ダルマ塾だ。草貫のネームバリューもあって瞬く間に加入者が集まった。このダルマ塾の総会に月に1回だけここに来るだけでも絆は強まってるからな。そうやろ。ダルマ塾で行うのは月1回の総会のみ。そこで顔と顔を突き合わせている。あくまで覚醒剤中毒者のやめたいという気持ちに委ねる。しかしある意味この緩い規律があだとなることも。わしは会長塾長っていうのがおったのよ。
その塾長が覚醒剤売ったりしたらダメでしょ。だからお前がおったらあかんからもうやめろってやめさせたから。草抜きの部下であったダルマ塾の塾長が塾生たちに覚醒剤を売っていたのだ。草抜きは去年彼らを破門にした。おいどこ行くやん。おいダルマ塾どうやお前。頑張らなあかんやん。いやダルマ塾入ってた。破門にしたメンバーとは生活圏が近いため頻繁に顔を合わせる。彼らが草抜きのもとに戻ってくることはないが、一方で新たに草抜きのもとにやってくるものも。僕出てきてね、もうすでに借りてくれとったんですよ。代表が迎えに来てくれて。ああ、なるほど。68歳になる文さんは半年前に刑務所を出てダルマ塾に入った新しいメンバーだ。これまで覚醒剤などで12回刑務所に入っている。何がこう魅力というか、魔力というんですかね。やっぱりね、覚醒剤イコールやっぱり女になりますわね。どうしてもわーっとしますわね。体が軽くなったようにね、軽くなったような気がして、やっぱ性欲は出ますわね。草抜きのサポートもあり、出所後の半年間は一度も覚醒剤に手を出していないという文さん。しかし今ある後遺症に悩まされている。はい、睡眠薬はこれ飲まな自分は寝れんのですよ。覚醒剤中毒者は眠れないことも。それが続くと覚醒剤を使用した時と同じ状態のフラッシュバックに陥ることもある。中には再び薬物に手を出す者もいる。文さんは今その恐怖と戦っている。1月の早朝、草抜きのダルマ塾ではこの日新たな仲間を迎えることになっていた。横浜出身の鉄筋工健二さん48歳。彼の妻が今日刑期を終え出所するのだ。今日はどうですか。やっぱり今日はやっぱりウキウキしてます。はい。彼自身も長年覚醒剤に振り回された人生だった。友達ん家行って友達がやってて、でやってみないって言われてやった感じですね。はい。俺はハマらないだろうと思って続けてましたね。妻と子供もいたが何度も逮捕されるうちに離婚。覚醒剤の密売にも手を染めていった。自分合計で刑務所4回行ってますけど、4回です。はい。まあで出たり入ったりしてるうちにもうこんな生き方で人生終わりたくないと。5年前に知り合った現在の妻も覚醒剤の罪などで合わせて20年刑務所に入っている。2人でやり直そう。健二さんは妻が獄中にいる間にダルマ塾のメンバーとなった。泣いてきたら自分もちょっとうるっとしちゃいまあますね。それはな、そう泣いてもええけど。いや、男たるとも男たるもの。人前では泣きたくない。雨音が周囲を包む日曜の朝。来ましたね。肩借りてきとるやん。これお前取ってやれキャリーバッグ。おめでとう。おめでとう。おめでとうございました。ありがとうございます。ただいま出てきました。できました。ありがとうございます。健二さんの妻恵子さん50歳。彼女は塀の外に出た今希望に満ち溢れていた。
今まで刑務所出てきてもサポートしてくれる人もいなくて、誰も待っててくれる人もいなくて、友達もいない、孤独で、それでまた悪い友達の方に走ってしまったんで、今回はこういうサポートがもう充実してるんで頑張ってみようと思って。気持ちを新たにする2人に草抜が独特の言い回しでエールを送る。みかん箱によ、腐ったみかんを一つ放り込んだらみんな腐るから、な覚醒剤の世界はそれなんかは本当そうなんだ。誘惑に負ける。それをどれだけ我慢できるかの話やから。覚醒剤ってな、お前ら絶対変わるよってな、あんたたちに変わってほしい、俺はそれを見届けたい。じゃあ皆さん揃いましたので、中町区の久しぶりの総会です。メンバーが入れ替わって初めての総会。出所間もない恵子さんが口を開いた。私たち夫婦は本当に大根中で、もう薬がなくちゃいられないような生活だったんですよ。で、私が受刑することになって、いや、刑務所にいる時に夫が私が捕まったことで辞めてくれて、幸せの第一歩を踏み出したので、これからも頑張って皆さんとサポートの中構成していくのでよろしくお願いいたします。オフレコ取材班も彼らの幸せへの歩みをカメラに収めることにした。すいません、お世話になってます。乳腺外科の方の、はい、お願いします。刑務所を出てからおよそ1ヶ月、実は恵子さん服役中に乳がんの摘出手術を受けていた。今から来ていただいて大丈夫？大丈夫ですか？はい。覚醒剤の他に乳がんとも戦っていたのだ。恵子さんが覚醒剤に手を出したのは15歳の時だった。私はいじめられる側だったけど、強くなろうと思って、そんで不良の道に入っていじめられなくなったんですよ。優しくしてくれた地元の不良に教えられた覚醒剤。間もなく50歳の体はその魔物にどっぷりと使っていた。なったでしょ。すごい疲れた。血液の結果とかどうだった？は異常ないっていうことで、よかったです。はい。恵子さんが覚醒剤をやめたい理由、それは夫健二さんと描くこれから先の生活にあった。焼き鳥屋ね、やりたい、居酒屋をね、2人でね、うちらもべったり一緒にいるのが好きなんですよ。だから一緒の職場っていいでしょ。覚醒剤を断つことで見えた新しい景色。今はもう夫のこと大事にしたい。あと幸せになりたい、そろそろ50歳にしてで、最後にね、死んだ時に泣いて、少しね泣いてくれる人がいるようなね、それぐらい努力したいなと思って。それから2ヶ月後、我々は予想だにしなかった現実に直面する。草抜がオフレコ取材班を自宅へ招き入れた。申し訳ない。最近来てないね。1ヶ月か。もう1ヶ月来てないかな。草抜が期待を寄せていた健二さん、恵子さん夫婦と連絡が取れなくなっていた。このあれからかな、ご飯食べに連れて行って、どないしてんねんやったら、もう落ち込んどるよなんか、
やめろよと、やめろよと、やめろって何を覚醒剤やめろよと。またやってらっしゃった。見たらわかるから。やってたんですか。やってたね。些細な変化を察した草抜が夫婦をたしなめた。その日以来1ヶ月顔を合わせていないという。草抜のもとには夫婦からのメールが届いていた。今の自分たちは会長が予想した通りどん底です。もう少し自分たちで立て直さなければと、とても皆さんに会うことはできません。もうきっかけはわかるよ。女やな。女が好きなんや。これがな。男は引きずられとる。彼らが本当に覚醒剤を使ったかどうかはわからない。ただ草抜は恵子さんが健二さんを巻き込んで再び覚醒剤の沼に戻ったと見ている。2人に会って説得できないか。草抜は健二さんと恵子さんが住むマンションへ向かった。メーター回ってるな。お前接着剤で全部つけとるやんこれ。手開け。郵便受けが接着剤で止められ家の中が見られないようになっていた。覚醒剤を乱用すると人間不信に陥りこうした行動に出ることが多いのを草抜は知っていた。だから一口でね、薬物はどうのこうのって言うてはるけど根が深いんですよ。だからこれをわしは日夜戦ってる。毎日戦ってる。この取材の後、私たちのもとに健二さんからメールが届いた。これから先の人生を本気で考えて2人で新しい道を進んでいくことを決めました。夫婦揃って笑って生きていきたい。このメールを最後に2人とは連絡が取れなくなった。覚醒剤の密売を仕切っていた草抜。多くの人たちの幸せを奪った償いの気持ちを今改めて感じている。金だけも儲かったらええんやと思う気持ちでやってたけどね、今はね、なんとアホなことだから、自分の今度は下の人間をね、そういうふうに育ててね、わしが死んだらそういう人たちが一生懸命やってくれたらもうそれでいいですよ。自分のまいた悪魔の種一つずつで刈り取りたい。74歳の草抜が自らに生かした最後の務めだ。